今回は東京都板橋区の住みやすさについて紹介します。他の東京23区とアクセス力、将来人口、治安、物件相場、医療施設数、育児の6項目で比較してみました。結論からお伝えすると、治安が良く待機児童が発生していないエリアとなります。反面、病院数が平均を下回るようです。以後、具体的なデータとともに詳細をお伝えします。また、動画の後半では引っ越す前に事前に知っておきたいことも紹介します。これから東京都内に引っ越そうと考えている人の参考にしていただけると嬉しいです。なお、今後板橋区以外にも同様に住みやすさ調査の動画を作る予定です。ぜひチャンネル登録をお願いします。まずはアクセス力についてです。板橋区は5路線20駅あります。区内には JR 埼京線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、都営三田線、東武東上線が通っています。続いて板橋区の人口、将来人口を紹介します。現在の板橋区の人口はおよそ58万人となります。2045年の将来人口は現在より3万人ほど増加し、61万人ほどとなるそうです。日本全国で人口減が予測されている中、5% の人口増加は優秀な数値と言えます。板橋区の治安ですが、周辺の区と比べると良い印象です。というのも、令和4年の犯罪認知件数は2719件だったのですが、これは板橋区の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと 4.68 件となります。一部数値が極端に高いエリアを除外した他の区の平均が 6,7 件程度となりますので、それと比べ板橋区の治安は良いといった評価となりました。隣接する区と比べると練馬区が 3.87 件と治安が一番良く、次いで 5.46 件の北区となりました。また、板橋区内で犯罪発生件数が特に多いのは成増周辺、高島平周辺のようです。なお、板橋区の犯罪件数は減少傾向にありますが、近年は自転車盗難、車上荒らしなどの非侵入窃盗や粗暴犯がやや増えているようです。さて、物件相場ですが、板橋区全体の平均でいうと、ワンルーム賃貸で6万4000円、2LDK の賃貸で17万3000円、分譲マンションで4500万円、戸建てで5060万円ほどなようです。この結果は他の区と比べると板橋区の物件相場はやや安い評価となりました。参考までに板橋区内の最安値物件を調べてみたところ、動画作成時ワンルーム賃貸で築60年 7.72 平米2万2000円の物件がありました。ちなみに板橋区から少し離れてよければ、お隣の練馬区でワンルームの平均相場は6万円、2LDK で13万円、東武東上線沿線だと朝霞市でワンルーム5万8000円、2LDK で16万円、志木市でワンルーム5万3000円、川越市まで行くとワンルーム5万2000円、2LDK11 万6000円まで下がるようです。もしお得に東京暮らしを満喫したいなら、少し郊外に出た方が良いかもしれません。医療施設数に関しては板橋区はやや少ない印象です。というのも、板橋区には405の病院等医療施設があり、人口1000人あたりで計算すると 0.7 件となります。この数値は他の区と比べると平均を下回る水準と言えます。病院と医療施設数は平均を下回りますが、診療所を除いた病院数は東京23区内では足立区に次いで2番目に多い区となりました。最後に育児に関してですが、2022年のデータによると認可保育施設数は142あり、待機児童は0人だったようです。23区内でも待機児童が発生している区はあります。それに対して板橋区は0人ということで、お子さんを預けたいご家庭にとっては嬉しいポイントとなるでしょう。さて、ここまでは治安や物件相場など6項目で他の市と比較した板橋区の住みやすさを見てきましたが、ここからは引っ越す前に知っておきたい点を紹介します。今回は東京都と整備局が発表している地震に関する地域危険度測定調査のデータを紹介します。こちらは建物倒壊危険度、火災危険度の2つから算出した5段階の総合危険度を色分けした図となります。それによると板橋区は一番危険度の少ない水色のランク1エリアから赤色のランク4エリアまでを有する区なようです。危険度4にあたるエリアはご覧の通りとなりました。板橋区に引っ越しを検討されているようでしたら、東京都と整備局のページは事前に確認してみることをお勧めします。ここまでの内容を総括します。板橋区は JR 埼京線、東京メトロ有楽町線、
東京メトロ副都心線、都営三田線、東武東上線が通り、都心から埼玉方面を結んでいます。また人口は増加し、治安が平均値より良く、待機児童はゼロとなっている点はポジティブと言えるでしょう。反面、病院数が平均を下回っている点は注意が必要です。ちなみに周辺の他の区と比べるとこのようになります。総合点だけで見るとお隣の練馬区が数値的には住みやすそうです。なお今回実際に訪れてみたりいろいろと調べて本動画を作成しましたが、私自身板橋区には住んだことはありません。ということで、もし板橋区内在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる板橋区の魅力や気になる点をコメント欄から教えていただけますと幸いです。これから引っ越そうかなと考えている人の参考にきっとなるはずです。ぜひ皆様からのコメントをお待ちしております。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容がお役に立てたようでしたら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。本日の内容はここまでとなります。それではまた別の街でお会いしましょう。